初往診、小堺父母。さっきから彼は仕事が手につかなかった。1時間ばかり前に往診から戻ってきた彼は、人力車を降りるなり逃げ込むように玄関の隣にある診察室へ入ると、そのまま室内をあちこち歩いて深い物思いに沈むのであった。彼の胸は今、いても立ってもいられないようなやるせない気持ちでいっぱいであった。いつもは彼を慰めてくれる庭先の花までが彼をあざけっているかのように思われた。目に見えるもの、耳に聞くものが彼を苛立たせた。あいにく細君が留守であったので、憂いを分かち合う相手はなく、時々門の方をおずおず眺めては、今にも誰かが息せき切って駆け込んできはしないかと心配するのであった。どうしてあんな失敗をしたのだろう。開業してから初めての往診。その嬉しさが自分を有頂天にさせたのであろうか。彼は迎えの人力車に乗って家を出かけて行った時の晴れやかな感じを呪わしく思った。患者は5歳になる男の子であった。彼が先方の家へ着いた時は、その子は痙攣を起こして意識を失い、その唇も青ざめていた。とりあえず湯を沸かしてもらってその中に入れ、とにかく一時意識を回復させることができたが、なお念のため彼はカンフル注射を試みたのであった。彼が注射を終わって針をしまおうとしたとき、ふと傍らの注射液の入っていた箱を眺めて、はっと思った。彼が注射したのはカンフルではなくて、モルヒネであったからである。彼は穴があったら入りたいような気がした。それからは患者の家族の言葉も耳に入らなかった。再び患者を眺める勇気さえなかった。挨拶もそこそこにその家を出ると、車の上に崩れるように身を投げた。風のない嫌に蒸し暑い午後であった。道の両側に茂った稲の葉には砂ぼこりが白くたまって、あっちこっちから雨を呼ぶカエルの声が聞こえた。彼は額ににじむ汗を拭おうともせず、今にどんな恐ろしいカタストロフィーが来るだろうかと思って、胸の鼓動はますます激しくなった。10丁余りの道であったが、どこをどうして通ってきたか
彼は少しも記憶していなかった。モルヒネ、昏死という考えが後から後から湧いてきて、薬物学の書を開いてみたいと思いながら、なんだか恐ろしいような気がして、どうしても書家に近づくことができなかった。女中が突然ドアを開けた。旦那様、お体をお拭きになりませんか。さっき玄関に出迎えた女中が、水を汲みましょうか、と言ったのに、ああ、と機械的に答えた彼は、すっかりそのことを忘れていたのである。彼はとてもゆるゆる体など拭いていられないと思った。もういいよ。こう言って彼はまたもや門の方に目をやった。セミがしきりに鳴いて、遠くから旗を折る音が聞こえてきた。とこの時、一人の女が手に何かを持ってあたふた門の中に駆け込んできた。女の顔は土のように青ざめ、両目は血走っていた。彼はとうとう予期したカタストロフィーが来たと思った。女は間違いもなく患者の母だったからである。彼はもう絶体絶命だと思った。窓から顔を出すなり、彼は女に尋ねた。どうしたんです？女は苦しそうに息を弾ませながら、玄関の前に立ち止まった。先生、坊やが。坊やが大変な。何？大変なことをしまして。悪くなった？いいえ、先生がお忘れになったこの大切なお道具を壊したのでございます。見ると女は壊れた検温器と黒いケースとを握っている。彼はそれどころではない。坊やの容体はどうです？おかげさまであれからすっかり元通り元気になりまして、いたずらを始めて先生のお道具まで壊しまして、本当にどうも。彼の目からはボロボロと涙が2、3滴こぼれた。あっけに取られた女はどうしてお詫びしてよいかに迷っておずおずしながら彼の顔を見つめていた。涼しい風がさっと部屋の中に流れ込んだ。